どうも、体験大好きなあれです。今回は体験の中級者の方が熟練者になるための3つの考え方を説明しようと思います。以前、体験の上達のために闘技場ラージャンで練習しましょうっていう指南動画を上げたことがあるんですが、リスナーさんから10代事変のモンスターを何回挑戦しても勝てませんみたいな、強化モンスターに対応できないみたいな質問がめちゃくちゃ最近増えてきてるんですよね。確かに闘技場ラージャンと比較すると強化個体って比較にならないぐらい強いので、ワンランク上のスキルが必要になります。なので強化個体を狩れるぐらい上手くなりたい、でもどうやって練習すればいいかわからないっていうあなた、この動画を最後まで見ていただいて練習してもらえば、強化個体でもボッコボコにできるような熟練者になることができると思います。なお今回は前回の指南動画と比較してもかなり難易度が高いので、ある程度体験の操作方法を把握していて、モンスターの弱点を狙うことができるくらいの中級者の方を想定しています。それでは早速本題ですが、まずモンハンがうまいってどういうことでしょうか。この考え方が一番大事だと思います。諸説あると思いますが、私はより素早くモンスターを狩猟することができるっていうのがうまいっていうことだと思います。その理由ですが、より素早く狩るためにはモンスターを調べ上げる、装備構成を考え抜く、チャートあるいは戦略を立てるといった知性、そしてそれを実践に落とし込む技術力と、それを達成するまで継続するメンタルといったように、狩猟に必要な全ての力を必要とするからです。上手くなるためには相応な戦略的な努力が必要です。何も意識しないでやってると上達効率は非常に低いと思います。スポーツや勉強、仕事でも同じですよね。なのでハンターランクや武器の使用回数がすごいのにあんまり上手じゃないって方がいらっしゃる理由は、こういったところが背景にあると私は考えています。では結局何をすれば熟練者になれるんでしょうか。ズバリそれはモンスターとのタイムアタックです。ガチ勢ではないのに TA って聞くとちょっと抵抗があるかもしれませんが、何も有名な TA ハンターのように3分で狩りましょうっていう話ではありません。最初は10分、次は8分、そして5分台といった具合でいいんです。大事なことは昨日の自分より早く狩ることです。討伐するモンスターは誰でもいいんですが、まずは1体どの個体を詰めるのか決めましょう。たった1体のモンスターとの戦い方をマスターするだけで戦略を立てる力とかプレイスキルが劇的に向上します。そこで今回お勧めするのが10代事変の主玉狐です。理由は確定行動に隙が多く、体験の新ため切りを当てれる箇所が多いので戦略を組み立てやすいからです。狩猟タイムはまずは10分未満を目指せば良いかと思います。熟練者を目指すのであれば5分未満には到達したいところです。ちなみに今まで一度も本気でタイムを詰めたことがない方は、まずは闘技場のラージャンとか通常個体をお勧めします。それでは早速熟練者になるための3つの考え方、つまりタイムアタックをする上で考えることを3つに分けて説明します。1、モンスターを事前に調べ上げる。2、チャートを立てる。3、チャートを通す力を身につける。最後は実践動画も解説付きで入れてます。それでは本題いきましょう。今回は主玉光の例に説明します。まずはモンスターの肉質です。数値が高い部位がダメージが通りやすいです。主玉光の場合は頭ですね。怒り時は尻尾も軟化します。次にどのようにモンスターが状態遷移するのか把握しましょう。通常、怒り状態と疲れ状態の3つです。疲れ状態は素早く勝ってしまうと起こることが少ないので今回は省略します。図のようにダメージを与えると密の状態が変わっていきます。一定ダメージを与えると怒り状態になるのはどのモンスターも共通ですが、怒り状態で一定ダメージを与えると主モンスターは確定でダウンして通常状態に戻ります。そしてこれはかなり大事なんですが、1回目の怒り解除ダウンと2回目以降では怒り解除に必要なダメージ量が異なり、2回目以降の方がより多くのダメージを与える必要があります。図の矢印の長さはダメージ量を表しています。次にどうやったらモンスターがダウンするのか把握します。新ため切りを狙えるような隙があるのは大きく6つです。1つ目は先ほど説明した怒り解除ダウンです。怒り状態で一定ダメージを与えるとダウンします。2つ目は頭の部位破壊です。2回壊せるので2回狙います。3つ目は尻尾破壊です。ダウンとまではいきませんが鳴き声を上げてひるみます。4つ目は総流ひるみ、今後はため切りなので総流値をためると起こります。5つ目は睡眠、お供の睡眠武器で狙いましょう。6つ目はスタン、タックルや横殴りで狙いましょう。お供の打撃武器でもスタン値はたまるので戦闘の後半であれば容易に狙えます。また大きな隙にはなり得ませんが、同一部位にダメージを与え続けると周期的にひるみが起こります。ダメージを与えると蓄積するこのひるみ値は原則部位ごとに蓄積するので、同じ部位を狙い続けることでひるみを起こしやすくなります。
なので熟練者って狙った部位にしか攻撃しないんですよね。それではチャートの組み立て方ですが、まずはモンスターの攻撃をどうやってかわしていつどの部位にどんな攻撃を当てるのか見極めます。体験の場合はため切りをいかに当てるのかが肝になってきます。立ち回りの課題になる3つの重要なポイントを紹介しておくと、1つ目は怒り時に方向しながら交代するので、そこで新ため切りを放ちます。1撃目を尻尾に当てることで2撃目を強撃として頭に当てます。2つ目は怒り時に放ってくる大技に対して新ため切りを当てます。ぐるぐる回ってる隙に混合ため切りで近づいてタックルでキャンセルして、怒り時に尻尾が南下しているので新ため切りを当てやります。次に水鉄砲を放ってくるので回避タックルで新ため切りを頭に当ててやります。怒り状態中に一定ダメージを与えたのでダウンしましたね。3つ目の新ためポイントはダウン時です。混合ため切りを当てて新ため切りを当ててやります。そうすると1つ目のポイントに戻りますね。怒り時に方向してくるのでタックルでタイミング合わせて新ため切り強撃を弱点にお見舞いしてやります。こんな風にまずはじっくりと相手の攻撃パターンを分析してからどのように攻撃するのか組み立てていけばいいかと思います。立ち回りが定まってきたら次はどこでダウンを取るのか決めていきます。重大事変のような強化モンスターは体力が非常に多いので効率よく狩るにはできるだけダウン状態にさせる必要がありますが、適当に弱点を狙っているだけではどうしてもダウンから復帰してモンスターが動き回ります。こうなるとタイムは伸びますし攻撃されるリスクも増えます。なので先ほどパート1で説明したダウン方法を活用して主玉狐をどこでダウンさせるのか図にしていきます。図をご覧ください。1回目の怒り解除は狐の初回怒り時の大技の隙を利用して、2回目の怒り解除ダウンは頭の部位破壊を利用して、3回目の怒り解除ダウンは睡眠と頭の部位破壊を利用します。残った体力は総流ひるみとスタンで削り切ります。怒り状態で工夫を凝らしているのがよくわかると思います。睡眠は画力に耐えるので運ですが、他はプレイヤーでコントロール可能です。ここまで考えればどのように立ち回るのか、そしてどこでダウンさせればいいのかが決まったのでチャートはほぼほぼ完成です。ちなみにものすごく手っ取り早いチャートの組み立て方は体験スペースモンスター名スペース TA で YouTube で検索して TA 動画を見ちゃうことですね。それをベースに自分なりに改良できるところがあれば改良すればいいです。それでは最後にパート1で調べた知識とパート2で立てたチャートを実際に戦闘で試してみます。そしてこのチャートが実現できるような最も火力が出る装備構成を考え抜く必要があります。集中の数はいくつか、会心率はどれくらいにするか、切れ味はどうするのか、そして火事場や隆起活性は使うのか使わないかなど考慮することはたくさんありますが、戦闘をしながら決めていっても構いません。このパートで大事なことは、頭でいくら戦略を立ったところでそれが実現できるのは何時間も繰り返して数回程度ということです。これはやってみればわかりますが誰でも同じです。大事なことは反復的な試行回数です。これにつきます。つまり根気強さやメンタルも求められるわけです。何度も繰り返すことで少しずつ思い通りに戦えるようになってきます。そして次第に思った通りにハンターを動かせるようになり、平均狩猟タイムが縮んできます。これが最終的には自分の力になり上達につながります。それでは最後、これまでの内容を踏まえて早速実践してみましょうか。今回は参考のため前半は火火事場で隆起活性、後半は猫火事場で戦い5分未満を目標にタイムアタックをしています。三の初期位置は6、13、10で、それぞれ確率は60、30、10% となっています。10か6が戦いやすいと思います。装備は隆起ナルガ体験で集中は3つです。会心率も弱点特攻時で 100% なので、睡眠武器の画力を2匹連れてきています。右上のダウン管理図で、現在の状況を緑枠で囲っているので、合わせてご覧ください。この崖の上に攻撃力を上げる人玉乗りがいるので忘れず取っておきます。まずは区内を投げて発覚させます。発覚後は方向してくるので混合ため切りを当てます。最初はあえて火事場は使わずに逆恨みと隆起火星状態で戦います。火事場を使わない隆起火星の TA では体力 80% 以下と赤ゲージを維持することを心がけましょう。早速一定ダメージを与えたので狐が怒り状態になって方向してきたので新ため切りを頭に合わせてやります。初回の怒り時はこんな風に大技を仕掛けてくるので、怒り状態中は尻尾が南下するので尻尾に新ため切りを当ててやります。これで一発目の怒り解除ダウンです。ミスネは通常状態に戻ります。
次は怒り方向後に頭の V 破壊でダウンさせたいので、ここはあえて弱点の頭は狙わずに尻尾を攻撃します。そしてこのタイミングで怒り方向してくるので、頭の V 破壊をしてダウンを取ります。まだ怒り状態は継続中なので、2回目の怒り解除ダウンを狙います。なので大技をしっかりと当てていきます。ここで三常が動き出し始めました。理由は非火事場では2回目の怒り解除ダウンへのダメージが足りてないからです。ダウンで拘束したいので火事場で戦っていきましょうか。今ど根性が発動して体力に赤ゲージがあるので、小樽爆弾で赤ゲージを消して火事場スタートです。ピカッと止まった後の回転攻撃は頭や尻尾にため切りを当ててやるといいと思います。肩を上げて噛みつきしてくる攻撃は2回してくるので、こんな風にため切りで待ちます。ひるんだので今後ため切りを当てて2回目の怒り解除ダウンです。これで三常は通常状態に戻ったので、大ダメージを与えてまた怒り状態に戻してやります。そうすると怒り状態になって方向してきたので、新ため切りをまた頭に合わせてやります。次は3回目の怒り解除ダウンを狙います。かなり敷居ダメージは高いので、睡眠や2回目の頭の V 破壊ダウンを狙います。すると狙ったタイミングでお供が眠らしてくれたので、刀を研いで強化ノートをして新ため切りの逃げ決めですね、位置調整をしてしっかりと当てていきます。予定通り頭の2回目の V 破壊ダウンが起こりました。睡眠新ためと2回目の V 破壊ダウン時の大技で3回目の怒り解除ダウンを発生させます。三常は通常状態に戻るので、大技を当てて怒り状態へ移行させます。ここまで混合ため切りを当てておけば総流ひるみの敷地も十分なはずなので、4回の怒り時に混合ため切りを当てて意図的に総流ひるみを発生させて、強投げ払い新ため切りでダメージを与えていきます。もう残り体力はわずかだと思うのでスタンで拘束をします。タックルを当ててスタン値を貯めて、ガルクが今スタンを取ってくれましたね。混合ため切りを入れて新ため切りを2回マックスで入れます。でタックルをして新ため切りを貯めて、これでフィニッシュです。はい、いかがだったでしょうか。タイムは4分9秒でした。最初から最後まで猫火事場にすれば、このチャートでも3分台は射程圏内だと思います。まずは皆さん、この動画を見終わったら騙されたと思って主玉三常と戦ってみてはいかがでしょうか。まずはできそうなとこから真似してみてください。プレイスキルが向上すれば強化個体でも楽に狩れるようになりますし、また見え方が変わって新たな楽しさを実感できると思います。もちろん私もまだまだ勉強中なので一緒に頑張りましょう。それでは今回は以上です。また皆さんとお会いできることを楽しみにしています。バイバーイ。